はい。皆さんこんにちは、岡祐介です。先日ね、僕の動画で iPhone 12 Pro お伝えしたと思うんですけれども、ちゃっかり iPad Air 4も購入していたので、今回は動画クリエイターなりの目線と、あとはね、開封をお伝えできたらと思います。早速、開けていきたいと思います。ジェスチャーに邪魔されないようにしないと。今回購入したのが iPad Air 4本体とマジックキーボード、そしてApple Pencil ですね。で、僕ね、iPad Air じゃないや、iPad Pro かは、持っていたんですけれども、会社のね、新規事業で使うっていうことなんで、もう譲ってしまいました。なので、新しいこの iPad Air を入荷して、動画クリエイターとして、今後使っていけるかどうかの、判断をね、実際に使ってみて、決めようかなと思っています。はい、じゃあ開けていきましょう。いきます。じゃあ早速、開けますね。わお。来ました。すごい。iPad Air。ちっちゃ。思った以上のサイズ。コンパクトですね。すごいね。です。はい。こんな感じに。わーお。うわー、気持ちいい。やっぱ Apple ってすげえよな。開封体験がもうなんか洗練されているというか。はい、こんな感じです。で、僕は iPad Pro ね、使っていたんですけれども、そのサイズと比べると全然ちっちゃい。めっちゃいいですね。ノートパソコン僕使ってるんですけれども、そのノートパソコンと、差別化するっていう観点で、このサイズ感はかなり好きです。で、どういった色にしたかっていうと、見てください。はい。今回このメインで、広告でもね、このブルーが使われていたんですけれども、新色ということで、この僕もブルーを、トランスカラーですね。弊社のカラーを採用させていただきました。はい。で、他、iPad Air 以外に、こんな感じで、テスちゃんも興味津々。はい。ステッカーとか、充電コードですね。こんな感じになっています。次、ペンシルですね。これも、会社のメンバーにペンシルまで譲ってしまったので、新しく入荷しました。はい。Apple Pencil です。こんな感じ。ペン回し。で、これを、ここに、じゃん。はい、つきました。次、マジックキーボード、いきたいと思います。さあ。でもね、マジックキーボード結構重いわ。僕前回まではマジックキーボードを使っていなくて、初めての挑戦なんですけれども、これで iPad でコンテンツを消費するだけじゃなくて、自ら作り出せる、想像できるっていう観点で、PC 並みのクリエイティブが発揮できるんじゃないかと思っているんですが、実際どうなんでしょう。うわ、すごっ。こんな感じになってんだ。じゃあつけてみます。はっ。つきました。これで基本作業か。なるほど。もっと向かないんだね。なんかもっと向くと思ってた。これはいい。すごい。はい、こんな感じ。とりあえず、開封終了です。はい、皆さん、お待たせしました。iPad Air 4のね、設定を終えたので、これからね、動画クリエイターとして、この iPad Air 4がどのような時に、使われるのか。で、あと、実際に編集してみた感想と、簡単なレビュー、もう皆さんね、ご存知だと思うんですけれども、お伝えしていこうと思います。はい、まずですね、今回 iPad Air が 10.9 インチということで、やっぱり画面の情報量が全然違いますよね。で、やっぱり MacBook の方が情報量が多いので、編集効率にも関わってくると。だから、やっぱりその効率性とか、スペックっていう点を考えたら、絶対 MacBook Pro の方がいいんですね。ただ、iPad Air ってすごくコンパクトで持ち運びやすいので、iPhone で撮影した動画を、スマートフォンで編集するのはね、ちょっと大変。画面の情報量ちっちゃすぎるんで。なので、ちょっと派生して、iPad Air 4で編集するという選択肢が作れるのかどうか、試していこうと思います。あとは、A14 Bionic チップが搭載されているので、処理速度ですね。CPU とか GPU とかが、30から 40% ほど、向上しましたと。だから、この編集の一つ一つの動作とか、
まあ、総合的にね、処理速度が上がったと思っていただけたら幸いです。そこに関しては後で編集で確認していきます。はい、次にね、メモリなんですけれども、iPad Air 4は、非公表となっています。でもおそらく、4ギガから、まあ、6ギガバイトぐらいなんじゃないかなというふうに思ってて、まあ、あんまね、いいスペックってわけじゃないんですけれども、まあ、これも編集に問題ないかどうか確認していこうと思います。まあ、あとはですね、まあ、Type-C でこうやって SSD をハードディスクとか取り付けながら編集することができたりとか、カメラとかはもう一つのこの F1.8 の、4K の60フレームまで撮れるカメラが搭載されています。なので、まあこの iPad で写真とか動画を撮るってことはあんまないと思うんですけれども、まあなんか何かの時に使えるかもしれないので、まあそういった、一応ね、予備知識として皆さんにお伝えしたいと思います。で、バッテリーが最大10時間持ちますので、まあ外で編集するっていうことも全然ありだと。まあ、ただ、やっぱりその編集しててもすぐ落ちてしまうので、やっぱり電源供給できる場所で編集とか iPad を使用するのが一番いいんじゃないかなっていうふうに思っています。まあ、編集動画クリエイター目線としてはそういった印象を受けました。まあ、あとね、こうやってで、このマジックキーボードにつけちょっと角度も変えることができるんですけれども、これで、まあタイピングしたりとか、で、何よりね、これ本当に良かったのが、トラックパッドがついてるんですね。トラックパッドがついてると、こんな感じで、なんかカーソル動くし、横スワイプできるし、なんか、僕のね、今までの印象、iPad Pro も使っていたんですけれども、ノートパソコン持ってる僕からすると iPad 使う理由って全くないんですよね。だから、コンテンツを視聴する、コンテンツを消費するデバイスとしてこの iPad というものは確立していたと思うんですね、自分の中では。ただ、このマジックキーボードが追加されたりとか、まあ、今回のその A14 バイオニックチップが搭載されたことによって、コンテンツを消費するデバイスから、まあ、コンテンツを何か作り出す、想像するデバイスとして、まあ、かなり価値があるものになったのかなっていうふうに感じました。まあ、実際にまだこれでね、仕事をしたわけじゃないんですけれども、まあ、タイピングした感じと、このトラックパッドで自由自在に扱える感じは、もう正直ノートパソコンを持ち歩くことはないかもしれないですね。はい、そんな感じで、まあ、iPad Air 4の、まあ、簡単なね、このスペックについては共有したというところで、実際に編集を開始していきたいと思います。で、一応ね、こういったラッシーの SSD を装着した状態でですね、今回 Adobe Premiere Rush を使用して編集していきたいと思います。まずね、プロジェクト作っていきたいと思います。メディア追加するんですけれども、僕、昨日ね、iPhone 12 Pro 早速撮影してきまして、その素材をここの SSD から入れたいと思います。はい。まあ、新宿とかで撮影してきたので、まあ、一旦一つ入れようかな。はい。作成。という感じで、このね、準備に関して、まあ、iPhone とかだと準備中で結構時間かかったんですけれども、まあ、iPad Air 4では今かなりね、スムーズにインポートすることができました。まあ、1クリップってことがあるので、まあ、いくつかやっていきたいところですね。OK。こんな感じで編集ソフトを入れました。すごいな、これタッチ操作もできるし、トラックパッドでも編集できちゃうの。このクリップを、まあ今までね、MacBook Pro で僕編集してたんで、やっぱりこのトラックパッドでカーソルをいじれるってのは、いいですね。ああ、なるほどね。これ慣れたらすごい編集しやすいかもしれない。で、ちょっと音楽に合わせて素材を追加していきましょう。はい。まあたまたまね、この、ラッシーの中に先ほど、エピデミックサウンドの OOYY の音楽をダウンロードしたので、こちら追加させていただきますね。流します。3、2、1。はい。はい。こんな感じですね。で、一番いいところ。ここからやっていきましょう。タッチじゃなくて、多分ね、この、iPad Air 4で編集するときは、多分、あまりペンツールは使わないのかな。なんか、トラックパッドで全然対応できちゃう気がします。うん。あ、こんな感じですぐ、シーケンス移動できるんで。あ、スペースで再生もできるんだね。はい。じゃあ、ここら辺で一回切っとこうかな。カットツール、これ、キーボードショートカット必要だな。はい。まあ、こんな感じで削除。うん。デリートはいい感じできそうですね。はい。前に持っていきます。はい。
やっぱトラックパッドの反応はちょっと良くないかもしれないですね。今の印象は。僕の使い方が悪いかもしれないんで、ファーストインプレッションということで、ちょっとご了承いただけたらと思います。で、せっかくなんで、ギリギリまで、オーディオ、サビのギリギリから使います。どういうことかというと、はい、こんな感じですね。で、音に合わせてカットしたいんで、カットツール。こんな感じですね。これは写真かな？写真はいらない、削除。みたいな感じで、今のところ素材をインポートして音源に合わせてちょっと、いじってみたりとかしたんですけれども、これに関して言うと全然、重たい印象もないし、iPhone 素材ぐらいであれば iPad Air 4で全然編集はできそうですね。はい。ちょっとスローしていきましょう。はい、速度 50%。一応ね、4K の60フレームで撮影しているので、こんな感じ。ここから僕たちは素材を使います。なるほどね。これロックしなきゃいけないんか。はい、下のシーケンスロックします。Adobe Rush 編集しやすいですね。はい。ここから使います。で、後ろ伸ばします。ちょっとね、トラックパッドが意外と使いづらいかもしれない。はい、こんな感じで、はい、カットを短くします。いらないにカットします。ここもカット。はい、カットここら辺で使います。で、一応速度 50%。いきます。これ多分プレビューだけカクついてるだけで、おそらく書き出したら問題ないかなと思います。はい。で、オーディオね、さっきトラックパッド使いづらいって言ったんですけれども、気軽にこんな感じで、MacBook Pro の容量でいくといけないんですけれども、ちょっと長押しして、こうやって移動することができますね。なので、この感覚をつかめば問題ないかなと思います。はい。ちょっとね、クリップを追加したところで、操作性としては、全然カクついたりとか、重いなっていう印象がなかったので、シームレスに編集はできるのかなっていう風に感じた次第なんですが、こっから書き出ししていきたいと思います。共有。かなりね、短い、動画でして、予想ファイルサイズが 14MB。一応 4K なんですけれども、この素材量でどのぐらいの、速度になるのかなっていう書き出し。今の2つのクリップで、この速度なんで、おそらく60秒とか、結構長めの素材を編集して書き出しすると、さすがに時間はかかるのかなという印象です。ただ、MacBook で使っている時の、ブラックマジックとか、結構いい感じのカメラで撮ったものと、速度は同じぐらいなので、全然ありですね。確認していきますか、さっきの動画。はい、今書き出したやつですね。はい。はい。こんな感じで、先ほど書き出しした素材がカメラロール内に保存されるという感じですね。はい。で、ここで SNS シェアも多分気軽にできるのかな。ここで Twitter シェアしたりとかできそうですね。なので iPad Air だけで、コンテンツを作って発信までっていうこの一貫したフローが実現可能なのは、すごくクリエイターにとっても嬉しいのかなっていうふうに感じました。で、プラス、これね、iPhone で編集するからいいんですけれども、iPhone 以外で編集とかできんのかなって思ったんですけど、さすがにローファイルとかは入りませんでした。僕、例えば Osmo の開封をこんな感じで、レッドで撮影してるんですけれども、これさすがにインポートできないし、だからこのローファイルが対応している編集ソフトが出ればインポートできるし、ただね、このローとかじゃなくて、もう普通にこのソニーのコンデジとか、Osmo Pocket とか、気軽なそういう Vlog カメラとかで素材をインポートして編集するってことは問題なくできると思うので、多分気軽にもう高画質とか、ハイクオリティの動画とか全然いいから、一旦気軽に撮影して、気軽にこの iPad Air で編集して発信
信までするっていうこの一貫したフローは、iPad Air で全然可能だと思ったので、ぜひ皆さん、参考にして、たくさん動画を作ってみてください。またね、これを使用してたくさん編集したりとか、アップデートした情報ってのは随時皆さんに共有していくんですけれども、僕自身ね、Apple がすごい好きだし、Apple のデバイスが普及しなかったら、今の僕の職業ってないと思ってるので、そこの敬意も込めて、動画クリエイターとして、あとは起業家として皆さんにお伝えできたらなと思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします。今日もね、最後までご覧いただきありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。